こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は羽生の庭からお届けしますが、梅雨の時期、黒松や赤松、ご紹介したように芽切りという作業で伸びている芽を取って栄養をつけたその木が新しい芽を吹き上げてくる。その次の作業をこの夏の終わりにしなければいけません。この黒松は私どもの庭で芽切りの時期の後に手に入れたものですが、このように芽切りをしないと大きな葉っぱになってなかなか枝も混みません。本当は芽切りをすることで美しくなる黒松赤松ですが、していない状態だと大きな葉っぱになってしまいます。芽切りをした姿、その後の芽かきの状態、木の切り込み、これは今日ご紹介させていただきます。暑い夏を一生懸命生きた木たちです。それでも梅雨時期に芽切りをしないと、とても元気ではありますが、葉が太く大きくなってなかなか小枝もできません。本当でしたら古い葉っぱを取って中の芽を切ってとやるんですが、今年は残念ながら飾るまでにはならない葉の状態です。このようにならないように芽切り、芽かきの作業があります。この黒松は芽切り作業をしてこの暑い夏を過ぎた木です。石付きの大変古い木で多分80年ぐらい経っているでしょう。ご覧ください。芽を切って新しい芽が細かい葉っぱでたくさん吹き上げています。ここへするにはまずは肥料をたくさんやって水をたくさんやることでこの状態にまでできます。ここから秋に向けて今度は芽かきと切り込み作業をすることが大事です。たくさんの芽がバッと吹きます。中には強い枝も出ます。それを切り返して細かい枝で枝分かれがするように切り込んでいく。その作業と同時にご覧ください。去年の葉っぱの長さは今の葉っぱの2倍以上の長さがあります。この葉の長さで短く整えてあげるための芽切り、芽かきの作業。それによって小さくても大きな木へ見えるということができるわけです。作業をご覧ください。芽切りをした木はこのように長い芽、小さい芽がこの切った後から出ます。まずは両側にあるような小さい芽を二股二股で使えるのが理想です。中の強い芽はこのような時に取ってしまいます。バランスの悪い芽は2つ残して大枝を取る。これによって全体に小さくなります。多すぎる細かい芽も取ってなるべく2目2目ぐらいで出るようにします。その時に脇芽が黒松だと出ないように、去年の葉はこんなに長いです。今年の葉と比べても短くなるように、そういうものも取り払っていきます。2目2目とするように心がけます。もちろんその中でも長くなる時もありますが、それは後で調節するようにして、まずはそのような仕事をしていきます。このような状態になるわけです。このようにしっかりとこんなにいっぱい出てくるものがあります。いくつかを作ることもできますが、この木などは中型として下にいい枝があります。このように取ってしまいます。柔らかい枝で、しかも二つ二つになるようにあまり多くを残さない。中枝の方も同じように残さない。そして元枝の芽がまた吹き上げてきそうな古芽を取ってしまう。それによってしっかりとした枝分かれが楽しめます。これは長いかな。いろいろあります。でもまずは基本的な作業をこのように繰り広げると、このような状態になります。まだまだ多い。二つだなと思いながら取っていく。
最終的に仕上げますが、一つこの形を全体の枝でやってみましょう。一枝一枝を見て全体を整える。細かいところを部分でやって全体を見る。その繰り返しをしながら、すべての枝に切り込みの作業、芽かきの作業をやります。芽かきと言葉で言っても、ハサミで切り込んでいくわけですが、出来上がった姿は見違えるものになりますが、ここからはじっくりとした時間をかけての手入れになります。芽かき、古葉取り、そして強すぎるとこの静止作業。これが終了した今です。どうでしょう。先ほどの状態からは見違えていると思います。これから秋本番になって葉が締まってきたときに、ここから針金静止というのを施すと、盆栽店に飾れるほどの姿になります。ここまでの作業、わずかな時間でやってくれたS キューブ管理部長、ご紹介します。角さんどうぞ。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。どうでしょう。ここまで、もちろん一番大事なのは、先ほど言ったように、芽切りの前に春からの肥料、水をたっぷりあげる。力をつけて芽を切る。それで芽が吹いて、このようにできる。ですけど、ここまで来るだけの大体の中の注意点っていうのはどういうところでしょうか。やはり葉っぱが多くなって、樹幹部と枝の下の日の光の入り方が変わるので、やっぱり下の方はなるべく日が入らない分、葉数を多くしてあげるっていうのが均一に培養をかける上では重要なところです。バランスが崩れるわけですね。そうですね。成長するんで上が強くなりがち。はい。じゃあ逆に下の枝や内側の枝の弱いところをよく注意してあげる。はい。そこら辺が培養では重要なところです。さすが管理の専門家の言葉ですね。とても私も参考になります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。6月の芽切り、そして暑い夏を過ぎてしっかり出た芽を芽かきという作業でそれをかき切る。数少ない葉で美しい状態にして古葉を取る。先ほどのような美しい姿へと少しずつ変えていきます。盆栽はその種類によって季節によってさまざまな手入れがありますが、大切なポイントをきちんとすることで木はどんどんとその価値を上げていきます。このような基本的な手入れもわびチャンネルは皆様にお伝えします。どうぞアーカイブを含めてお楽しみいただければと思います。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。